窓辺にはそよそよと夜の風が漂いました。一日の疲れがため息になってすっと体から抜け出します。いつものこの時間、端末を手に取りそっとスイッチを入れたら、暗がりの部屋に目を覚ましたのは一枚のモニターです。目の前が彩り、鼓動は高鳴り、耳には音が流れ込み、画面の向こうの世界はあなたをほのかに照らし始めます。さあ、世界に浸ろう。インディーゲームレーベル夜風。朝を知らない世界、水面に浮かぶ列車、誰かと見る景色、幽霊と暮らす街、滅んでしまった大地、それでも生きる人。世界のどこにもない、どこかにある世界で、あなただけの物語が確かにあなたを待っています。そんな異世界のお知らせを今夜あなたにお届けしに来ました。きっと素敵な世界に浸れますように。風が夜更けを知らせてくれるまで。はじめまして。夜風ナイトへようこそ。はじめまして。私たちは夜風です。夜風は世界に浸れるようなインディーゲームが集い、新たに生まれたインディーゲームのレーベルです。グラフィック、音楽、テキストやゲーム性という様々な要素が織り合わさり、世界に思わず浸ってしまうような情緒あるゲームを提供します。夜風のゲームはそれぞれ個人や小規模チームのクリエイターたちが各々こだわりを持って開発しています。今夜はそんな夜風に集ったゲームたちを一挙ご紹介いたします。新しい一面もたくさんお見せいたしますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。ナレーションは私、バーチャルシンガーの異世界情緒が担当させていただきます。よろしくお願いします。それでは早速ですが、参りましょうか。心の準備はよろしいですか？お話の続きはまた明日。それじゃあまた明日。アンリアルライフは記憶を読み取る謎解きアドベンチャーゲームです。記憶喪失の少女、ハル。少女には触ったものの記憶を読み取る力がありました。そんな少女に声をかけたのは喋る信号機の195。少し頼りないこの信号機の力を借りながら、行く先々に残るものの記憶を読み取って少女が探す先生の存在を追いかけていきます。たどり着いたアパートのドアの前、その先に待ち受けていたのは任天堂スイッチ、スチームでリリースされたアンリアルライフがこの度
モバイル版になって登場します。個人ゲーム開発者箱生活が4年をかけて開発した本作。本日よりモバイル版の予約を開始いたします。どこにも行けないこの街で、いろいろできない私は夢見る。ゴーストピアは絵本のような温かみのあるビジュアルにグリッチとノイズで彩られたノスタルジックな表現が特徴のビジュアルノベルです。自称幽霊たちが住む雪深い常世の町で一人暮らしている異邦人の少女さよこ。幽霊の町に居場所を感じられないさよこと新入りの幽霊夜との出会いが停滞した世界に新たな動きをもたらします。街の外の世界に思いを馳せるさよこと失われた友情の行方。一筋縄ではいかない幽霊たちが織りなす無残な可愛さと寂しい暴力のコントラストをお楽しみください。iOS 版、ウェブブラウザ版でリリースされた本作が独自のゲームエンジンノベラリウムを使用してさらに美しく進化しました。ゲーム制作集団超水道が制作する本作は任天堂スイッチにプラットフォームを移しゴーストピアシーズン1としてリニューアル。2022年にリリース予定です。
水の国で郵便屋を営む主人公。ある日、目を覚ました彼にはとんでもないものがついていました。フロムは手紙で思いをつなげるアドベンチャーゲームです。郵便屋である彼の仕事は封筒にろうで封をしたり、手紙や小包の集荷のため街へ出たりしながら手紙で人から人へ思いを届けることです。そんな彼にずっとついてくるとんでもないもの。あなたは一体誰？配達先で出会う人々との物語を通して彼はある事実を知っていくのです。あなたは手紙にどんな思いを乗せますか？シンプルで美しいピクセルアートの世界と繊細な音楽とのハーモニーが織りなすフロムの世界。ストーリーも世界もさらに広がった完全版は任天堂スイッチでのリリースを予定し、現在開発中です。文明崩壊からしばらく、鳥と剣が紡ぐ彼らの憧れの物語。果てのマキナはブーメランワープアクションです。文明崩壊後のカラクリという謎の生命体にあふれる世界。とある少女マキナは目を覚ますと記憶喪失になっていました。マキナの剣は投げた先へ自身をワープさせることができます。この剣を使いながら幼なじみの神木と共に忘れてしまった思い出を集めます。次第にかつての仲を取り戻していく二人。記憶の先、悲劇が待っているとも知らずに。個人ゲーム開発者オズミカンが手掛ける本作、任天堂スイッチでのリリースを予定し、現在鋭意開発中です。流
れ着いた足立の島。闇に包まれるこの島で、狐とカエルが灯す光は一体どこへ向かうのか。狐とカエルの旅。足立の島のコトローには不思議な日本を舞台に描かれる 3D アクションアドベンチャーゲームです。流れ着いたのは足立の島。この島であなたは狐の少女となってカエルと共に旅に出ます。鳥居や屋台の提灯、ネオンの看板に彩られた島。その影に潜む不穏な気配はもうすぐそばに。イラストレーター、コンセプトアーティストのリアスが自らのイラストをもとにゲーム作品として立ち上げた本作。狐の少女とカエルの長い一夜の物語は2022年の完成を目指し現在開発中です。これは君の物語じゃない。枯れた川の底で記憶をなくした状態で目を覚ました少年オーユーがオポッサムのサリーに導かれさまざまな姿を見せる蜃気楼のような世界ウクロニア。そしてその世界で出会ういくつかの物語。あなたは主人公オーユーとしてアドベンチャーゲームの形をした何かを体験するでしょう。一本のペンから生み出される手書きの世界、その世界に共鳴するような音楽、哀愁の中でどこか希望を感じるギターをはじめとした生演奏が作品を彩ります。かつてフィーチャーフォンゲームセバスチャンネルを手掛けた幸田治が企画、シナリオ、アートを担当。音楽を椎葉大輔、開発をルーム6、そして G モードがプロデュースを担当する異色のコラボ作品。OU は現在鋭意開発中です。自分以外誰もいない真っ暗な世界で人の残り香のようなものをただ追いかけてる。
コリットは真夜中の街、明かりを頼りに進んでいく横スクロール型の謎解きアドベンチャーゲームです。不時着した宇宙船、宇宙服を着た少年が歩くのはどこにでもある普通の街のようで少し不思議。真っ暗な夜、ほとんど何も見えない中、なんてことないように日常を続ける不思議な人たちが気がつくとそこにいるでしょう。明かりの中で見えるものを使って街の中の不思議な人たちの気持ちに応えていくことでお話が進んでいきます。開発チームイメージラボが開発する本作リコリットは2022年 Steam にてリリース予定です。おや？ここにも小さな明かりが一つ灯り始めたようです。さて、今夜のお知らせはそろそろ終わりです。楽しんでいただけましたか？夜風のゲームはそれぞれ個人や小規模チームのクリエイターたちが各々こだわりを持って長年開発しているものがほとんどです。なかなかすぐにはお届けできないものばかりですが、きっといいものをあなたにお届けしますので、楽しみにお待ちいただければと思います。それから、本日ご紹介できなかったゲームたちも、静かにその出番を待っています。ぜひ夜風と、夜風に集まったクリエイターたちを、今後も応援していただけると嬉しいです。さて、そろそろお別れの時間のようです。少し寂しいですが、きっとまたお会いできると思います。本日のナレーションは私、バーチャルシンガーの異世界情緒が担当いたしました。ありがとうございました。それではまたどこかで。おやすみなさい。インディーゲームレーベル夜風より。